皆さん、次が一番厄介な問題です。お金をたくさん使いました。ちょっと残念な情報っていうか、おはこんばんは、セイゴ&ブレンのセイゴです。はい、皆さん、私たちね、日本に帰国してから約もうね1ヶ月ちょっとが過ぎたんですけど、ここら辺で私たちが日本でアパートを探すにあたってどういう問題があったのかとか、そのやり方とかおすすめ方法をこの動画でシェアしたいと思います。で、自分たちが日本で住むにあたっていくつか条件があったんですけど、その条件は一つ同性でも一緒に入れるところで、2つ目、私たち猫が2匹いるので猫の2匹飼いが OK な物件で、3つ目、ブレンがね家で仕事をしてるってのもあるし、あと猫ちゃん2匹いるのでわりかし少し広めの部屋っていうのを条件にして家を探し始めました。で、家を探すにあたってまずやり始めたのがネットでの検索です。で、いろいろなね情報をネットで漁って有名なねその不動産会社とかの物件を見て、良さそうな物件があったらちょっとメールを送ったりとか、あとはその LGBTQ フレンドリーって言われてる不動産に連絡してどんな物件があるかっていうのを教えてもらったりっていう行動をだいたい本帰国の2ヶ月前ぐらいからやり始めました。で、自分たちはね引っ越しするにあたってやっぱり自分たちの目でどういう物件かっていうのをどうしても見たかったので、自分たちがね本帰国する2週間前に1週間ほどね時間をとって、その間に日本に帰って実際にどんな物件があるのか見ようっていうことで実際見てきました。でね、結構ね1週間で物件を探すのは本当に大変でした。もう本当にね時間がある人だったらもちろんね1ヶ月前とかに日本に1回帰国して物件見てとかやるのが理想なんですけど、やっぱりねお金の問題とかいろいろ実際あるのでそんなにうまくいかないなとは思うんですけど、1週間はね本当にギリギリでした。でね、ここからはね問題点についてちょっと話していきたいと思いますね。アパートを探す前にあたって自分が一番心配してたのが、やっぱりその同性でアパートを借りられるかっていうところだったんですよね。でもね、実際のところ日本も自分たちが住んでた約7年前に比べるとかなりそういうところは進んでいて、ネットとかでも同性で入れるようなところとかを売りにしてる不動産もあるし、その LGBTQ フレンドリー、そのほぼ専門として扱ってる不動産も多々あったので、意外と同性で家を見つける、アパートを見つけるっていう壁は思ったより低かったです。だからそれをね心配してる方々は結構ねそこら辺をまとめてしっかりとね対応してくれてる不動産はかなり多いので、そこは安心してもらえればいいかなと思います。で、次にねそれよりも問題だったのが自分の彼が外国人っていうことです。まだまだ外国人に対してのそのイメージ、不動産とかもねやっぱりいろいろ自分ねよくわからないんだけど、そのね外国人が家を借りるのは結構まだまだ大変なんだなって思いました。そう、今回はね日本に引っ越すってことで自分がアメリカでやってた仕事を辞めて日本に帰ったわけなので、自分は日本に行く時はもう完全に無職の状態なんですね。で、相手のブレンはそのアメリカでやってた仕事をそのまま日本に引き継いでやるってことだったので、アパートを借りる時の名義っていうのはブレン名義になってました。なので外国人の人が契約するっていうことで結構ねそこがちょっと問題になりました。で、まずねその日本語がブレンが喋れるのか、日本語を読めるのか、日本語を理解できるのかっていう質問から
ほぼ全部の不動産から帰ってきました。だからね、ブレンの場合は、その日本語と英語をね通訳したり翻訳したりとかしてるのを仕事にしてるので、そこら辺はそこまで問題にはならなかったんですけど、全くね日本語わからない外国の方とかがアパートを日本で借りるってすごく大変だなと思いました。ブレンでさえもちょっと大変だったのに、もう本当に全く理解できない人とか、本当に少ししか理解できない人とかはすごく苦労してるんじゃないかなと思います。だけどね今はその外国人専用の不動産とかも徐々にね出始めてるので、そういうところをねぜひ困ってる外国の方はぜひそういうサイトを利用してねアパートを見つけてほしいなと思います。もちろんねちゃんとそれをね日本語喋れる喋れない確認した上でしっかり対応してくれてる不動産もあると思うんですけども、まだまだそういうところはちょっとこれからねゆっくり見直していくことが必要なのかな日本はとちょっと感じました。はい、皆さん次が一番厄介な問題です。はい、私たちね先ほど言った通り猫2匹飼ってるんですけど、もうこれが本当に大変でした。いろんな不動産屋さんにいろんな条件を出したんですけど、猫2匹同棲で住める場所、なんか相方が外国人っていういろんなその条件で出して、やっぱり全部ほぼほぼ引っかかったのがその猫2匹っていうところです。で猫1匹だと OK なアパートはかなりあるんですね、東京でも。だけど猫2匹になると信じられないぐらい見つからないんです。もちろんねすごいお金をね払ってそのアパートを見つけるっていう選択肢はあるんですけども、やっぱりね東京とかだとやっぱり自分たちのその予算、アパートの予算をかなり大幅に上回っちゃうんですね、猫2匹だと。なので猫2匹飼ってる人、2匹以上飼ってる人は本当にアパートを見つけることを早めに行う必要があると思います。もう自分たちは本当に1週間の間死に物狂いで探して物件を見てようやく見つけたんですけど、都内はね本当になかったです。自分たちもねやっぱり譲れない場所っていうのがあって、この金額の幅で猫2匹飼える物件お願いしますってことで粘りに粘って見つけたので、本当に時間がかかります。動画もねちょっと最後の方になるんですけど、ここでおすすめのポイントってのをちょっと紹介できればいいなと思います。まずね帰国の日が決まったら、もうそれの2ヶ月前ぐらいからまずしっかりとアパートを探し始めることをおすすめします。メールを通してでもね、その今ウェブサイトにいろいろメールができたり電話できたりするサービスがあるので、それを使ってとりあえず連絡する。でたまにいい物件がねあちらから来るので、それを見てっていうことがおすすめです。だけどね中にはねいくつかの不動産会社にメールはしたんですけど、帰ってこなかったり、あとは 2,3 週間後に帰ってきたりとか、そういうちょっとした遅れもあるので、そこら辺は注意が必要なんですけど、でもし時間がたっぷりあるようでしたら、自分たちちょっとギリギリだったんですけど一回日本に帰国して直接ねその不動産の事務所に行ってお話をするっていうのもいいかもしれません。でね思った以上に同棲で住むってことを否定されたり嫌な顔をされたりっていうことは本当に私たちの経験上ではなかったので、そこは安心して不動産の方に足を運んで行ってもいいのかなと今回のこの引っ越し騒動で思いました。でちょっと残念な
情報っていうかもう本当にねお金です。もう皆さんすべてお金です。海外から日本に引っ越してくるっていうのはまあね、それはもう国を越えてね引っ越すんだから別に日本だけじゃないと思うんですけど、もう本当に皆さんお金を貯めておいてください。もし私たちと同じような状況になるようでしたら。まあね、敷金礼金払うでしょ。家賃分ね、敷金礼金家賃2ヶ月分大体もうなるでしょ。でプラス猫ちゃんがいるってことでその家賃もう1ヶ月分払わなきゃいけないんですね、最初に。でそこに私たちその不動産会社を今回利用したので仲介手数料っていうのがかかりまして、それも約ほぼ家賃と同じぐらいの値段になったので、もうねすごい恐ろしいぐらいの金額を私たち最初の方に支払いましたね。だいたい90万円ぐらい私すごく貯金が好きなので、まあねアメリカにいた時にしっかりとね貯金もお互いしてたので、それで払えたからよかったんですけど、マジでびっくりしました。家賃、敷金、礼金、仲介手数料、猫いるから1ヶ月分高い、絶望しましたでね、そこからほら日本のね家はその基本的には家具家電ね、アメリカみたいについてこないところが多いので、洗濯掃除機、冷蔵庫とかいろいろもろもろ自分たちで全部揃えなきゃいけないんですね。だからそこにお金も重なってもうねお金をたくさん使いました。はい、じゃあねこんな感じの動画になるんですけど、ちょっとねうまくまとめられてたかよくわからないんですけども、最後まで見てもらえて嬉しいです。その家を探すにあたっての質問とかはぜひコメント欄とか、あとはまあ私たちのDM の方に送ってもらえれば、そちらで返信はできたらいいなと思っております。ぜひ同じ状況の人たちの少しでもためになったらいいなと思い、この動画を今回撮りました。ってことでねもしこの動画役に立った、面白かった、家賃高ってかお金高って思ってくれたら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。あと私たちポッドキャストもやってるので、そちらのチェックもお願いします。じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。